これは、水平対向エンジン。ピストンが水平に向かい合わせで配置されていて、重心が低く抑えられるらしい。これをシャーシ設計に応用したい。というわけで開発を開始する。ピストンをモーターに置き換えるとこんな感じの配置になる。ここにクラウンギアとプロペラシャフトを配置。4つのモーターでプロペラシャフトをぶん回す作戦である。そしてプロペラシャフトからクラウンギアで前後のシャフトを駆動する。駆動の向きが2回も変わるのでロスが大きそうだけど、4つのモーターのパワーが解決してくれる。せっかくの新規設計なので、プロペラシャフトや前後クラウンギアの支えにボールベアリングを配置してみた。いわゆるフルベアリングというやつである。これらの具を避けるようにシャーシを設計。とここで重要なことを思い出した。電池はどこに入れるの？適当にリポバッテリーを接続しても良いのだけど、できれば着脱式にしたいので、こうじゃ。電池2本で4つのモーターを回すのは大変そうなので、かなり無理やりだけど単 4×4 本を搭載できるようにした。そしてリアステーをつけるスペースがなくなってしまったので、電池カバーからステーを生やしている。最後にモーターホルダーを適当に設計して、3D データ完成。なんかこう、すごくパワーを感じる見た目になった。3D プリンターで練成中。次は組み立て。まずはプロペラシャフトを装着。次に前後の駆動系を組み立てる。ギアの噛み合いチェック。悪くはなさそう。モーターカバーに配線。モーターを搭載して、モーターカバーを装着。電池を搭載して、前後にローラーをつければ、水平対向4モーター4駆、完成だ。シャーシの色がファンシーすぎたけどよしとしよう。ボディはちょうど机の上にあったキーンフォークを装着。早速走らせてみる。スイッチ？何のことでしょう。バッテリーホルダーを押し込んで。ゴー。あれ？あまり速くないぞ。比較のためにノーマルのマシンを走らせてみる。こっちの方が速い。よく考えたら4個のモーターで動かしているので、1個あたりの負荷はとても小さい。ということはもっと高回転のモーターでも走れるはず。というわけで秘蔵パーツ。全チューンモーターの出番だ。パーツボックスの奥底から発掘してきた。スペック的にはジェットダッシュと同じかなりの高出力。これならもっと速くなるはず。テスト走行その2。先ほどよりは速くなったけどノーマルマシンと同じくらい。さらに考えてみたら、ノーマルマシンのギア比が 3.5 対1なのに対し、4モーターマシンは 6.25 対1と遅い設計になってしまっている。つまりもっと大きなタイヤで走った方が良いのでは？というわけで台形タイヤを装着。さらにトップスピードが伸びるはず。テスト走行その3。速くはなったけどまだ物足りない。モーターの風に対して電池のパワーが足りていないのかも。パワー不足を解決するのは、さらなるパワー。ということで禁断の 3.7V バッテリーを調達してきた。サイズは単4、中身はリポというチート電池である。これが2本直列で 7.2V、さらに並列で2セット。これならかなり速くなるはず。いざ導通。音やばいぞ。スタート。コースが逃げてわー。一周でフロントバンパーがもげてしまった。今回はこれくらいにしておこう。またいつか車体の強化をして再挑戦したいと思う。あと壁に保護材を貼っておこう。ちなみに GP マシンは、フォーメーション走行を研究中。